猫神。天な上京の時代、西暦1681年から1686年の頃、阿波の国徳島、長野郡鴨村は不作に見舞われ、人々は飢えに苦しんでいた。村の庄屋宗兵衛は村を救うため私財を投げ出し、自らの田5反、約1500坪を担保に、近くの富豪野上三左衛門からお金を借り受けた。そうして返済期日も迫ったある日、宗兵衛はちょうど通りがかった三左衛門を呼び止めて、借り受けたお金を全額返済し、胸をなで下ろしたが、通りがかりゆえに返済した証の証文を受け取ることができなかった。そんな中、宗兵衛は病に倒れ、息を引き取ってしまうのである。宗兵衛の妻、お松は悲しみに暮れながらも、三左衛門に何度も証文を求めたが、三左衛門は一向に渡そうとしなかった。しまいには、金は受け取っておらぬ、と嘘をつき、担保の土地までをも奪い取られてしまった。お松は悩んだ末に奉行所に申し出たが、奉行はお松の華麗な容姿を見ると、みだらな思いを募らせて、欲望のままに言い寄った。しかし、お松はそれを頑なに拒んだ。また、奉行は三左衛門からの賄賂に目がくらみ、お松の訴えを聞き入れず、それどころか、非理非道な裁きを下してしまうのである。絶望の淵に立たされたお松は、この悪行を公にするため、死を覚悟の上、直訴を決意した。上京3年、西暦1686年の正月のこと。籠を前後に寒空の中、長い行列が続いていた。突然にそれを遮る白い影があった。行列はたちまちに乱れ、直ちに籠を守る侍たち。無礼者と声が飛び交い、抜き放たれた刀は白い影に向けられ、騒然となった。その時、待て、とこれを制する低い声。この騒ぎでわずかに籠を開けた藩主八須賀綱則公の声である。籠の前には白装束の女が伏している。慈悲を乞い差し出す書状。それは正義と真実をとした命の叫びであった。痛ましいまでに思い詰めたその表情は、怪しいまでに美しく、藩主も思わず息を飲んで、吟味しておこう、と綱則公の声が響いた。お松の目には涙が浮かんでいた。行列は元の隊列に戻り、何事もなかったように静かに通り過ぎてゆく。一瞬の出来事であった。当時、藩主、大名への直訴は、その是非にかかわらず、死罪であった。命に代えた訴えも、取り上げられないこともある。まして、その場で無礼討ちにされることもあったのだ。お松の実はすぐに、徳島城下、平浦の牢獄に入れられたが、
役人監視のもと、処刑の日まで帰宅を許された。処刑の場所は鴨の河原であった。役人に伴われたお松は白装束をまとい、解かれた長い黒髪は背にしなやかに流れて風に揺られている。村人たちは物陰から死での別れを悲しみ、すすみ泣く声と念仏の声が風の音に入り混じり聞こえていた。お松には子がなかったが、我が子同然に可愛がった三毛猫がいた。いつもお松の隣にいて、この事件の真相を見つめていた唯一の生き証人であった。お松はこの猫に遺恨を言い含めていたと伝わっている。しんと静まり返った形状にひざまずいたお松。仕置き人の振り上げられた刃が冷たく光っている。その時ビューと川風が吹きすさび、お松の長い黒髪が炎のように逆立った。その姿は満月の淡い光を集めて白装束のお松を照らし、逆立った黒髪が光背を背にした美しい菩薩像のように皆の目に映った。仕置き人に戸惑いが生じたが、断行せねばならない。役人たちの口からも念仏の唱和が流れ出し、風のうなりと混じり合った。その時刀は弧を描いて、その美しい首を切り離した。叫びも上がらぬ静寂が響き渡り、猫にも情の一刀が振り下ろされた。承享3年3月15日のことであった。お松の死後、三左衛門や奉行の家には怪病が現れ、怪現象が頻発し、両家は断絶したと言われている。正義への陰りなき執念に死をも厭わず貫き散った悲しい生涯と、お松に寄り添い続けた三毛猫。日本三大怪病伝にも数えられる伝説である。現在、その美徳を忍び、お松大権現と崇められ、訴訟、勝負事、願い事の神として知られ、受験シーズンには合格祈願の参拝者で賑わっている。通称、猫神さんと呼ばれるその社殿には、数千万の招き猫が立てまつられている。